前回、エンジンをシャーシに乗っけましたが、このままではエンジンルームがちょっとばかり寂しいんで、今日はパイピングなどのプチディテールアップを行います。合わせてインテリアの方も、組み込んじゃいますね。じゃあ水性のこれは濃いグレーというか、艶消し黒になんかグレーかなんか混ぜた水性カラーですね。でこの水性カラーが古いやつなんで、かなり前のやつなんで、まだ当時は多少乾燥が時間がかかったやつですね。もしかしたらちょっと置いとくか、ドライヤーでね温めてやるかすればいいんです。ここで水性使うのは下のこのパープルが混じらない、混じってもね別にこの色は構わないと思うんですけど、一応水性を使います。混じると結局はあれ色がなんかこう線が出るなとか、そういう感じでゴリゴリと塗っていくとゴテゴテになっちゃうんで、こういうとこは水性かエナメルでしょうね。このヒューズボックスもね、なんか別体式のパーツになったな方が僕いいと思うんですけどね、どうなんでしょうね。強度的にここに穴が開くと強度的な部分はあんまり関係ないと思うんだけど、ダボピンかなんかででもこんな感じで塗ったればいいのかな。ちょっと濃いんでね塗りにくい。こういう時は薄め液で薄めるか、ちょっと水を足してやるか、水つけながら、筆に水つけながら塗ってもいいですし、塗っちゃいます。燃料系ですね。燃料系っていうかフュエルフィルターと、このヘッドカバー、飾りカバーかな、この燃料管のところに燃料ホースを、短いですけどね、1センチもないな。でホースはこれじゃない、この電線ですね。超細い電線なんですが、ここになんとかつけられないかなと思って。後ろはいいんですよ。後ろは穴開けたから。ここはこの細い方の管がいいかな。一応ね 0.3 ミリ1ミリ程度のところに 0.3 ミリのピンバイスで、何これ何っていうかな、穴を開けてあるんですけど、でケーブルの接着は瞬間接着剤でいいのかな。ちょっと後でゴネ動かすから心配はあるんですね。剥がれる心配はあるんですけど、瞬間接着剤でいきます。でこういうちっちゃい部品の瞬間接着剤は2種類使いますね。ゼリー状とサラサラの普通のと2種類こう置いて、でなんで2種類かっていうと、効果までの時間なんですよ。サラサラだけだとどうもちょっと早く固まりすぎちゃう。
このドロドロをまずちょっとつけて、それからサラサラをちょっとつけて、なんかこれ逆はダメみたいなんですよね。穴が浅いんでね、芯が見えちゃいます。で硬化スプレーをシュッとやればあんまり接着力ないな、これは。なんか線をこう動かすと多分剥がれる。でこの後ろの方は穴大きいんでね、逆に後でつけにくい燃料フィルターの方に長い方のホースをくっつけます。前もってこう形を作ってきました。これでうまくつけばいいけどね。うまくつけばいいけどね。ちょっと曇っちゃったけど、まあいいや。これとね、もう一個。どうしよう。これ。スロットルワイヤーがスロットルワイヤーの取り回しを考えなかった。スロットルワイヤーはね、エンジンの後ろ隠れてるんで、これシリコンケーブルですけど、シリコンケーブル瞬間接着剤つかないよな、多分。まあ力加わる部分じゃないんで、シリコンは接着どうしてたっけ、俺前。モンキー作った時に確か瞬間接着剤でやっちゃったような気がするな。でまあ今作ったのを接着するんですけど、まあこれもね、接着剤固まってからじゃないと取り回しはできないですね。ちょっと干渉してる。いやー厳しいかな。もうちょい長くすればよかったかも。いやまあこれ乾かしてる間に他の部品くっつけちゃいますか。バッテリーはこれ干渉する？燃料フィルターつかないかも、ここに。厳しいな。横向きにしちゃうか。
にしちゃうとこれでどうだろう、つかねえかな。いやバッテリーつけながら、もうちょい前に穴開けますか。さっき開けた穴は見えなくなるんで、ちょっとこの辺にかなり斜めにしまったなバッテリーも考えて位置決めしないといけない。でこれもこの頭の部品固まってかくっついてからでないと作業できないんで、スロットルワイヤーなんですけど、ボンド SU でいいかな。シリコンなんでね、くっつく接着剤が限られるんですよ。ゴリラグルーの方がいいか。ゴリラグルーがね、すぐに硬化しないんで時間かけてやるしかないんですけど、時間かけてったって30分ぐらい置けば動かなくなるかな。で一方はこのどこでもいいです。本当は多分ね、この中の方に入ってってると思うんですよ。取り回し見るとね、こんな感じでいいです。でどうだっけな、このシリンダーヘッドのここでクランプつながって、ここにくっつくということですね。でアクセルの方に行くんで、ブレーキマスターシリンダーの下に挟み込むような形でいいのかなと思います。あまりタルンと上に立ち上がってるといけないんで、なんかクランプつけなきゃいけない。位置的にはこんなもんかな。なので自作のこのインタークーラーのエアダクトなんですけど、これもかなり強引な接着になりますね。強引といっても接着しろがここのターボの部分、ターボに接続する部分、奥の方なんで見えないんですよね。もうそこ乗っかるだけなんですけど、切り替えたところが
まあなんとか見えるかな。でそっからうわ落ちた。で要はそことね、このインテークマニホールドの側のエアのダクトとくっつけちゃいたいんですよ。こういう感じにしたい。手がもう一本欲しい。よし。でここをお付けしちゃいます。これじゃない、こっちだ。流し込みでこう溶着させちゃう。後ろは後ろで、瞬着を塗りたくったから裏から硬化スプレー入れれば多分これで固定すると思いますね。固定したな。反対側も同様に頑張ってみます。なんとか配線の方も、配線というか配管というかね、終わりましたね。こんなもんでしょうかね。ちょっとここの L ジョイント、まあいいやなんかちょっとおかしくなっちゃった。これね、中の芯をこうまく使おうと思ったんですよ。ダメでした。ちょっとゴテゴテになっちゃった。でラジエーターもくっつけちゃっていいかな。ラジエーターですね。でラジエーターホース、ラジエーター側にも穴は開いてるんですけど、多分ねうまく収まらないと思いますよ、多分。なのでちょっと今接着剤多めに塗ったんですけど、入ることは入ると思うんですけどね。この穴に入れないと収まらないかな、やっぱり。寸法は捨てるんで。ただ問題は今これ多分固定押さえとかないとダメかもしれない。意外に電線のその被膜の弾力がめっちゃあるんですよね。今日一日こうやって持ってようかな。テープで後ろにテンションかけとくか。あんまりテープ使いたくないな、ここで。これで効果待ちです。
待ち時間なんでソレノイドもくっつけちゃいます。さすがにソレノイドにつながってるケーブル類は作りません。じゃあコックピットの中、コックピットの中ってインテリアですね、車内の方なんですけど、デカール貼ったじゃないですか。でさすがにこの部分に透明プラ板は貼れないので、これですね、ガウジーのグラスコート、これを上にこう塗ってやります。これでガラスみたいになるんですよ。光りすぎるかもしれない。実際車そんなに光ってないからね、そのメーターの、シールドは。でちなみにこれでね、このリアのコンビネーションランプ、塗装は裏から塗ってあるんですよ。でデカールは表からで、デカールの保護がしたかったんで、今のグラスコートに中にペトッと入れて引き上げて、キッチンペーパーの上で乾かしてたのがこれですね。キラッキラですよ。結構ね細かい傷があったんですけど、全く分かんなくなっちゃいました。これは水溶性なんで、使った筆なんかは水洗いで、ただ水性なんで乾くのは時間はかかります。あれでもいいですけどね、 UV レジンでも手っ取り早いんで。これ水溶性なのかな、多分水溶性だと思うんですけど、多分ね、床のワックスに近いものだと思います。じゃあコックピットのパーツ組んでいきますか。ちなみにさっきのクリアコーティングはこんな感じでわざとらしいツヤ感、いいです。これもね、そんな難しいとこはないんで、ただただ組んでいくだけですけどね。できるだけ流し込みは目立たないところから入れたればいいんでしょう。ただあんまりこれ接着面がねえな、これだと。ほとんどこの中だけですね。ちょっといくのかな。後でね、中でポロッと落ちちゃって車体の中でカラカラなってるのも悲しいですからね。
一応これは出っ張りに引っかかる感じ、そのミックス接着剤でとこんな感じかな。当たってない接着剤が全然。そうですね、全然やっぱりシートがね若干ベタって床面につくわけじゃないんで、前端部と後端部1,2,3,4箇所くらいしか接着面積ないんですよ。これは流し込みの方がいいでしょうね。もう出っ張りのとこしかどっちみちくっつくとこないですから、これで多分入ると思います。一応ねギュッと押しておきましょう。これはすぐ硬化するんで、これ押さないと溶着しないですから、プラが溶けてこうくっつき合うわけですから、押さえないことには混じり合わないですからね。混じり合わさなきゃいけないですから。溶けたプラスチックが中でグニュグニュグニュっと仲良くなるということですね。ここはあんまりつくとこないですね。これはちょっとかっちりくっつくパーツじゃないんで、裏からも入れられないが、バスタブ、半バスタブ、これでちょっと圧力をグリグリグー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 と、あまりグーグーやるとこれちゃうからね。コックピットは終了です。うわー、メーター光ってんな。じゃあフロアにどうっていうかタイヤつけちゃうか。向きにギアつけて逆向きにつけないようにね、タイヤは一応確認して、太い方がリア、タイヤはめるとき太い細いが判断できてなかったからな。大丈夫かこの親父はって感じ。これが太い方で、後ろから見るとこうか。この部分ね、穴とピンが見えないんで、手探りっていうかね、であんまりギュッとやるとパキッていっちゃうので、さあこれで
一旦止めざるを得ないかな。あとはもうボディの研ぎ出し待ちですから、いやとりあえずこの 300Z は一旦止まりますね。次回は1週間、実際あれですよ、クリア塗り終わって3、4日経ってますから、1週間半ぐらいかな、1週間から1週間半ぐらい空くと思います。じゃあそれでは、今度は乾燥が終わって研ぎ出し終わって、そうですね、研ぎ出しやる時間もありますからね、2週間ぐらいかな。あとにまたこの240違う 300ZX ターボ、お休みしますね。それではまた。